です。こちこんばんポテトです。今日も出たぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ロドリックだしアンカーとの違いを確かめておきたいミスっちゃった確かめておきたいなと思います。このガチャ来ましたけども、皆さん取りましたかね。僕もしっかり149連引きました。ふざけんなよおいとか言うとりますけども、今日はですねこのロドリを使ってねやっていきたいなと思います。以前ですねこのビエラーとかを使ってねハードプレスアンカー B2B やってきましたけども、今回はこのプレイメーカーとかですねここをやっていきたいなと、これで DMF をね網羅していきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は前回今までと同じような形になっていきますけども、フォーメーションはこんな感じでね、右側左側の DMF、今回アンカーとの比べなので DMF にしていきますけども、ここでねどう違うのかと。でロドリー以外は全員無印の状態で、チームスタイルの差もあんまないのでショートカウンターで固定をしていきます。カテク選手はこの2人のロドリーを使ってですね、比べていきたいなと思います。さあ早速いきましょう。まずは左側の DMF のアンカー、ボール取られた後の動きなんですけど、まずアンカーからね、こんな感じでね近くの敵をマークしながら、あとは空いてるところですねマークしながらですね、ちゃんとディフェンスの最終ラインまで入ってくると、ペナルティエリア内まで侵入してね、ちゃんと守備をしていく、カバーしていくっていうのが、アンカーの動きという形になっていきます。でプレイメーカーですね。プレイメーカーはこんな感じで、近くに敵がいればねこういう風にマークはするんですけど、人数が足りた段階でですね、このバイタルエリアっていうのかな、セカンドボールのところの位置のケアをしていくようなイメージですかね。ビルドアップ値見ていきましょう。ここに関してはね今までもアンカー見てるんであんま変わんなかったかなっていうところにはなるんですけど、基本的にはやっぱこう真ん中に寄っていってね、ちょっと後ろ目にいるような感じですかね。やっぱねこうやってね真ん中に寄っていくんですよね。なので中盤のこう蓋をするイメージですね。はい、プレイメーカーですね。プレイメーカーの左 DMF の時のビルドアップですね。ここもね総じてそんなには変わんないっちゃ変わんないんですけど、ちょっとねこう内側に寄った時ね、これはい見てください、こんな感じで上がっていったりします。これはねアンカーとかでも多少上がると思うんですけど、この内側でちょっとねパスの可能性が出てきた時にねギュッとねフォローしていくっていうところの姿も見られましたね。はい、ということでここまでは見てきたんで逆サイド見ていきましょう。右側の DM にした場合のちょっと守備から見ていきますね。アンカーの守備から見ていきます。こんな感じでねグワンと、もう取りに行きますよっていう感じです。で味方がねこうやっているとですねちゃんとカバーに入ったりとかする形にはなっていきます。基本的にはペナルティエリア内とかもね侵入していくようなイメージ、最終ラインで守るって感じかな。であとね味方がねまずファーストのプレッシャーにいけてればですね、自分は真ん中で、最終ラインとかに入りながらですね守っていく、これもアンカーの特徴ですよね。でここからプレイメーカーの守備ですね。この辺はこういう風に寄っていく、ハードプレスとかボックス2ボックスとかでも同じような動きをしてたので、こんな形、その辺はあんま変わりないのかなっていう感じですね。はい、ここからビルドアップです。ここがだいぶ違うんですけど、アンカーに関してはこんな感じでねいつも通りというか、後ろでねずっと、いつ取られても大丈夫だよっていうようなイメージでね後ろカバーしていくと。でスーッと真ん中に寄っていってね、基本的にはやっぱ中盤真ん中を固めるというような動きになっていきますよっていう感じですね。はい、プレイメーカーです。もう最初から見てほしいんですけど、見てもこうやってもう手出してパスもらおうとしてるの分かりますが、ヘイ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 ってやってるんですよ。こうやってヘイ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 って、これ今までのプレイスタイルなかったですかね、こんな動き。こんな感じでもらおうとしているという感じですね。で実際のビルドアップを見ていくんですけど、こんな感じでねやっぱ基本的にはねやっぱ手出しながらねパス出せるよみたいな感じの動きをしているという感じですね。なので基本的なこうカバーサポート役っていうのかな、そんなイメージの動きをよくしてましたね。でしかもこう最終的にはこんな感じでパスもらいに来るんですけど、このね敵が動くとねそれに合わせてこういう風にね自分の場所も動かすんですよ。これがね結構いいなぁと思いましたね。だから簡単にねマークできないというか、ちゃんとパスコースをね自ら生み出そうとしている感じかな。それがうまかったかなと思いますね。このねこっち側もね敵をですねこうパスコースに入れたりするんですね。入れたりするとこれでねちゃんとパスコース切ろうとするとねちゃんとパスコースある場所にねこれで動くんですね。これがね結構良かったなと。これめちゃめちゃいいよね。
これあんま他にもないしな。それ非常に良いかなと思いましたね。でちょっとおまけなんですけど、カウンター時ですね、左の DMF のプレイメーカーのカウンター時なんですけど、こんな感じでね意外に上がってくれます。これね意外にこうやって上がってくれるのがプレイメーカーの良いところで、ちゃんとね攻撃参加もしてくれるんですよね。なのでちょっとイメージにないので、びっくりしちゃう時はあるんで、そこだけはね注意しておくと良いかなと思いますが、ちゃんとね攻撃参加もしてくれるというところになってきます。はい、というところでですね、今日は結論です。プレイメーカーは重心後ろ目の司令塔とします。はい、というところでね、見ていただきましたけども、これ結構おもろくない？いや俺このプレイメーカーねマジ秀逸だと思うんですよね。結構この動き、なんだろうな、目立たないけどね、まあ変な言い方というか地味だけどね、すごくいいかなと思いました。でこれ一応冒頭にも言ったんですけど、どのプレイスタイルでも基本的には同じ動きをしていきますので、そこはね参考にしていただければと思いますけども、基本はねちょっと距離感若干違ったりするんですけどね。あとねロングボールはねちょっと違います。やっぱ例外なんですよね。ロングボールとかだとね上がっていっちゃったりしますね、よくね。アンカーですら上がっていっちゃったりするからね、そこだけは注意してくださいって感じなんですけど、ロングボール使う人そんないねえからまあいいか。でこの動きなんですけど、やっぱポゼッションはもちろん、ポゼッションの人はもちろんね必要だなとは思うんですけども、意外にやっぱりこれポゼッション以外結構他のチームスタイルでも結構重要な動きなんじゃないかなって思うんですよね。例えばサイドで持ってキープ、ドリブル抜ければいいですけど、なかなか抜けない場面とかも多いと思うので、そういった時にねちょっと一回経由したりとか、一回ね渡したりみたいな、そこからの展開をした方がよりねドフリーでボールをもらえたりとかいうこともよくありますから、そういった意味ではすごく重要なんじゃないかなって思うんですよね。このやっぱ中継的な動き、ここはねこの役割って実は地味だけどすごく大事だとは思うんですよね。なので案外ですね、この負けてる時とか、あとはパスがうまく回らない時っていうのは、起用を考えてもいいかもしれないですね。その負けてる時は特に B2B とか2列目とかでこうねどんどん前に行くような動きを追加していくのも大事だと思うんですけど、こういうところでねちゃんとボールを落ち着かせるというかね、ちゃんとマイボールに確実にしていきながらっていうのも重要なんじゃないかなと思いましたね。はい、というところでこのロドリとかは特にね起用法を考えてあげるといいんじゃないかなと思います。また今回ロドリーはプレーメーカーだけどかなり守備もできますから、そこも重要な大きなポイントなんじゃないかなと思います。もうセンターバックもいけるっていうのも結構個人的にはねでっかいなと思います。ポジトレでもちろん追加は必要なんですけどね、なんだけどそこも結構この汎用性も非常に大きいんじゃないかなと思います。はい、というところでですね、この辺は起用とかのね参考にしていただければなと思います。はい、よかったらこの動画よかったら参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談してね終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いやロドリのねこれプレイメーカー動き面白かったですね。こうやって見ていくと結構いいよね。なんかあんまりねプレイメーカー地味で目立たないからねちょっと外しちゃうこと多いんですけど、これ見たらねちょっと使ってみようかなって思いましたね。てかね話変わるんですけど、今日ね久しぶりにめちゃめちゃ寝たの。もう基本的に僕そんな寝れない、子供の時から寝れないタイプなんですけど11時間12時間ぐらい寝たのかな。それで昨日動画出してなかったんですけどまずね自分がそんな寝れるんだってことはびっくりしたんだけど、寝るとねやっぱねすごいあれだね、頭めちゃめちゃすっきりする本当にね睡眠大事だなって思いましたねどの口が言うてんねんって感じだけどね皆さんもぜひねよくちょっと睡眠気をつけてねくださいね。ちゃんと寝てくださいね何の話だって感じなんですけども、ということでまたねいろいろやっていきたいなと思います。ということでまたお会いしましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はねプレイメーカーやってきました。結構この地味だけど非常にかっこいいというかね重要な役割やってるなというのが分かったと思います。はい、またねいろいろやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということがこれでやりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。